この豪華なカニ料理は私たちので、お父さんたちはカニカマでーす。じゃーんと効果音をつけて、揚げたてのカニカマ天ぷらを食卓に乗せる。目の前のカニ料理が食べられると思っていた義両親の顔から、さっと笑顔が消え去った。これで私たちへの行いを反省するだろう。そう考えた私たちに、とんでもないお仕置きが待ち受けていた。私の名前は早川しおり。32歳で一児のママだ。娘は現在4歳とまだまだ幼いが、20年後には姉妹に間違われるような若々しいママであり続けたいと思っている。SNS 投稿が趣味で、理想はマイホームで愛猫とおうちカフェを楽しむまったりとした生活だ。しかし、実際の我が家は築29年の古い戸建て。それもベッドルームとしてあてがわれただけで個室さえない義実家の一室だ。周りから同居は大変だろうと言われることもあるけれど、その点は大して問題ではない。娘の小学校受験に向けて情報収集のためにママ友付き合いが忙しく、家のことは全て義母に任せているので家事をしなくていいからだ。むしろ同居の苦労よりも大変なのが夫の収入の低さだった。夫は私と同い年の32歳だが、毎月の手取りは20万円あるかないか。いくら地方といえども安すぎる給料のせいで、妻の私は欲しい化粧品も買えないくらい日々苦労している。そこで SNS 映えと引き換えに選択したこの義実家同居だ。岐阜は夫と違って稼ぎがいいらしく、ここにいる限り私たちは家賃も光熱費も食費に至るまで全部タダで生活している。だから私のネイル代と夫の小遣いを少し減らせば、娘を私立の小学校に入れることも許容範囲というわけだ。義両親は毎日孫の顔が見られるし、私たちは賢く節約できる、持ちつ持たれつの関係といったところだろうか。ただ、義両親がやたらと近所の人たちに買いかぶられて、いい家に嫁いだねとしょっちゅう私が声をかけられるのだけは不満だ。だって私から見れば義両親はケチでお金の使い方を知らない無駄な金持ちだからだ。私としては裕福なら裕福らしくもっと派手な生活をしたいのに、義母に至ってはどこからか歯切れをもらってきては継ぎはぎの縫い物をして喜ぶ始末。義両親揃ってつつましい暮らしが大好きで、老後にいいホームに入ることを夢見るだけのつまらない生活を好んでいる。私には二人の考えがさっぱりわからなかった。ある日、私は娘の英語教室に来ていた。今は私が付き添わなくてはならないので、週に一度の教室が精一杯だが、せっかく女の子だし、いずれはピアノやバレエを習わせるのもいいかもしれない。そんなことを考えながら帰宅の用意をしていると、ママ友が話しかけてきた。どうやら旅行に行ってきたそうで、娘へのお土産に、その家の子とお揃いの髪飾りを買ってきてくれたらしい。ありがとうと笑顔で受け取りながら、私は自分が金銭的な問題でしばらく旅行に行けていないことを思い出した。若い頃は結婚したら毎月夫と旅行に行くのが夢だったのに、あの人がこんなに低収入だったなんて。私がため息を隠して話を聞いていると、なんとママ友の旅行は義両親からのプレゼントだったと話が続いた。そんなのなおさらずるいじゃないか。自分たちの家計を痛めず家族旅行に行けるなら最高だ。うちの義両親にはそういう心遣いが足りていない。思い出してみれば他のママ友も車を買ってもらったり家を建ててもらったり、遠方から季節ごとに高級フルーツを送ってくれる家だってある。一方私たちは一緒に住んであげているのに何もしてもらっていない。その事実に気づいて急に悔しくなった私は、せめて娘の学費を出してもらおうと思いついた。そうと決まれば善は急げ。何事も後回しにしない性格の私は、その日のうちに早速夫に相談した。みんな援助してもらってるのよ。うちだけ何もなしなんて恥ずかしいじゃない。ママ友たちの例をほんの少し大げさにして話すと、夫は思いのほか私の話に食いついた。どうやら最近岐阜が何万円もする釣りの道具を買ったそうで、ついでに夫も欲しかったアウトドア用品をねだったが断られたらしい。
普段はケチケチしている上に、お金を使う時でさえ自分のことは気にかけてくれなくて、鬱憤が溜まっているようだ。聞けば、夫の旧友たちも親からの援助があるそうで、一人っ子の自分は彼らの2、3倍の援助があって叱るべきだという。私たちはお互いの意見に賛同し合い、よその家を引き合いに出せば義両親を論破できると踏んで、意気揚々と催促に向かった。しかし岐阜の返事は何ともそっけないものだった。呆れた表情であしらわれて、さっきまで絶対にうまくいくはずだと確信していた私たちはうろたえる。もちろん、簡単に引き下がるわけにはいかないので、言葉を変えて何度も援助を求めた。ところが、いくら夫が強気で交渉しても、私が孫のためだと説得しても、岐阜の顔はどんどん曇っていく。いつの間にか岐阜と一緒になって話を聞いていた義母は、嫌味なほど大きなため息をついた。イラッとはしたものの、なんとか我慢して説明を続けたが、頭の固い義両親はまともに話を聞いてくれない。しまいにはめんどくさそうに、甘えたことを言っていないで食費くらい入れてみろと、逆に私たちに家計を援助するよう言い出した。さすがの私もこれには我慢できず、その場を無言で立ち去る。よくもあんなことを恥ずかしげもなく言えたものだ。親には子を養う義務があるのに、まさかこちらがお金を請求されるとは思わなかった。予想外の結果に腹が立った私は、ケチで意地悪な義両親に何とか仕返しできないかと、夫と二人で夜遅くまで話し合う。そして義両親が大好きなあれを使って最高の仕返しを思いついたのだ。私を怒らせたらどうなるか、きっちり思い知らせてやる。最高のあれが手に入ったわ。数日後、義両親が町内会の話し合いのために出かけた隙に、私は注文しておいたあれを受け取りに行った。大きな発泡スチールの箱を開けると、中にはまだ動いている新鮮なカニが詰まっている。実は近所の魚屋さんに事情を話して、通販で買ったカニを受け取ってもらっていたのだ。事前に調べた通り、冷凍もボイルもされていない新鮮なカニに思わず笑みがこぼれる。それから私はある人に連絡して、ワクワクした気持ちを抑えきれないまま帰路に着いた。義両親は出て行ってから2時間も経たずに帰ってきたが、今度は夫が隣県の植物園へと2人を誘う。突然の誘いに驚いた義両親だったが、娘が好きなキャラクターのコラボグッズが買えると説得されると、目を輝かせる娘に嫌とは言えなくなったようだ。ここで私は頭が痛いと仮病を使い、予定通り4人を見送る。これでしばらくは義両親を遠ざけておけるだろう。私は早速根回ししておいたママ友を家に呼び、カニの調理を始めた。とは言っても、私がやるのは指示出しと簡単な計量くらいだ。なんと今日来てもらったママ友は北陸の出身で、カニの料理なんてお手の物。これを見越して彼女に頼んだのだから、当然といえば当然だがありがたい。それに彼女と魚屋のおじさんには義両親へのサプライズだと伝えてあるので、私の株はうなぎ登りだ。ちょろいもんだと心の中でほくそ笑みながら、私はママ友が手際よくカニをさばいていくのを見ていた。そうして世間話のネタが尽きてきた頃、ようやく料理の準備が整ったらしい。私はママ友にお礼を言って取り分けておいたカニを一杯お礼に渡した。ママ友はまさかカニを丸々もらえるとは思っていなかったようで、驚きと喜びがしっかり顔に出ている。岐阜のカードで買ったカニなので私に損はないし、面倒な調理を丸投げできた上にママ友に恩まで売れて最高だ。彼女を見送った私は料理に合うワインを買いにご機嫌でお店に向かった。夕方になり、朝から出かけっぱなしだった義両親はクタクタになって帰ってきた。家の中にはすでに美味しそうな料理の匂いが漂っている。キッチンを覗いた二人は普段料理しない私がごちそうを作っているのを見て目を丸くして驚いた。その後ろから顔を覗かせた夫がにやりと笑うと、私は勢いよく義両親に頭を下げた。先日はごめんなさい。私たちが子供すぎました。普段とは違う私の塩らしい態度に義両親は困惑しているようだ。私は笑いそうになるのを我慢しながら仲直りのためのサプライズで体調不良は嘘だったことを告げる。
そして反省の意を込めた手料理を用意したと言って、ほとんど完成しているカニ料理たちを見せた。豪華な料理の数々はカニが大好きな義両親にはたまらないだろう。私が料理を完成させた時には家族みんながワクワクして席についていた。さあ、ここからが本番だ。私は義両親に一品ずつ料理を紹介する。定番の焼きガニ、刺身に天ぷら、鍋と甲羅焼きと娘のためにクリームコロッケも用意した。準備はママ友で、私は最後の火入れをしたくらいだが、誰が作ったかなんて関係ない。私が料理を紹介するたびに、義両親は娘と同じくらいキラキラと目を輝かせている。そしていざ、いただきますとみんなで手を合わせて、義両親が箸をつけようとした瞬間、私はさっと天ぷらが乗った大皿を取り上げた。ストップ！これは私たちの分なので。目の前からカニを取り上げられた義両親は箸を持ったままポカンと間抜けに固まった。この豪華なカニ料理は私たちので、お父さんたちはカニカマでーす。じゃーんと効果音をつけて私お手製のカニカマ天ぷらの皿を差し出すと、義両親の顔から笑顔が消えて、二人は静かに箸を下ろした。残念でした。どう？普段の行いを後悔した？俺たちにもっと優しくしてればな。夫はスマホで動画を撮影しながらテンションガタ落ちの義両親に追い打ちをかけた。私たちに何もしてくれないくせに自分たちは何かもらおうなんてズうずうしすぎて笑えてくる。それでも私は優しいので、ここで義両親が謝罪と援助の約束をすればカニくらいは食べさせてあげるつもりだった。しかし私たちの意図に気づいた義両親は呆れた様子で説教を始めたのだ。本当にお前たちは金の話ばかりだな。介護なんて恐ろしくて頼めないよ。頼むから、よそ様には迷惑かけないでね。カニのことなんてもう気にしてませんと言いたげな二人は淡々と私たちに小言を続ける。もちろん私たちも相手のペースに飲まれないように一生懸命要求を伝えたものの、最終的には言い合いになってしまった。義両親は外食で済ませると言って出て行くし、娘まで二人について行ってしまったのは想定外だ。私と夫はそっちがそのつもりならと反発し、二人で義両親の愚痴を言い合いながらカニ尽くしの夕食を堪能している。口では強がっても義両親も内心ではさぞ悔しがっているに違いない。大好物のカニを目の前で取り上げられた二人を思い出しては笑いつつ、私たちは足一本も残さず全てを平らげた。翌日、ちょっとは反省したかと思った義両親は全くもっていつも通りだった。それぞれが仕事やパートに出かけていくと、私は義母が隠している岐阜の家族カードを持って宇佐原市のショッピングへと向かう。どうせ先週カニに使ってしまったし、もう少し請求が増えるくらいなんてことはない。前から欲しかった新作コスメを買い、美味しい食事を楽しんで、運よくリンパマッサージや美容院まで当日予約が取れて万々歳だ。丸一日自分をいたわればすっかり気分も晴れている。世の中飴と鞭という言葉があるくらいだから、今後のために今日は義両親の機嫌を取ってやるか。私はデパ地下で適当に惣菜を見繕い上機嫌で帰宅した。ところがカバンを置きに寝室に入ると、朝まで見慣れた光景だったそこはごちゃごちゃと荷物で埋め尽くされている。私は頭が真っ白になった。何分かしばらく呆然としていた私は電気をつけて部屋を見回した。部屋の大部分を占めていたベッドもお気に入りのサイドデスクも観葉植物も何もない。ただ埃をかぶった古い芝刈り機や何が入っているかもわからないボロボロの段ボール。義母の趣味に使う布や糸が所狭しと置かれていた。パニックになった私はすぐに家中を探し回ったが、どの部屋にも私たちの荷物はなく、午前中でパートが終わっているはずの義母は電話に出ない。私が途方に暮れてリビングに座り込んでいると、30分と経たずに夫が帰ってきた。しかし会社に行っていて事情を知るはずもない夫が帰ったところで状況は変わらない。私たちは二人で義両親に電話をかけつつ近所を探して回った。そして20時を過ぎた頃、お腹が空いたことも忘れてリビングで途方に暮れていると、ようやく娘を連れた義両親が帰ってきた。
二人の顔を見るなり、怒りが頂点に達した私たちは、怒鳴り散らす勢いで義両親に説明を求める。すると、義母から思いがけない怒号が飛んだ。荷物より、子供の心配が先でしょ。普段から幼稚園のお迎えは義母の担当だが、私からの LINE に子供の話が一切なかったことを怒っているらしい。確かに娘のことはいつも義母に任せているので、言われるまですっぽりと頭から抜け落ちていた。私が少し反省すると、義両親の小言は席を切ったように、昨日の説教の続きへと移行する。怒っているのはこちらだと頭に来た私は、義両親がケチだから反省させるために、ああするしかなかったのだと強く抗議した。すると、思いっきり眉間にシワを寄せた貴婦が、唐突に鍵を床に放り投げる。もうわかった。今日からお前たちの部屋は庭の物置だ。チャリンと金属音を響かせた小さな鍵と、物置という言葉が頭の中でゆっくりつながる。次の瞬間、私と夫は鍵を拾って庭へ飛び出した。ある。古い荷物が詰め込まれていたはずの物置には、解体されたベッドも、無造作に投げ入れられた私たちの服も、すべてある。ぎっしりと詰め込まれた荷物を見て、捨てられていなかったことに少しだけほっとした。しかし、こんなひどいことが許されるはずがない。様子を見について出てきた義両親に、私たちは怒りをむき出しにして文句を言った。ところが義父は、じろりと音がしそうな視線で夫を睨みつけて、大きな声で叱りつける。今までどれだけしてやったと思ってるんだ。同居してからいくら生活費を入れたか言ってみろ。いくらも何も一銭も入れなかったことなど義父も知っているではないか。そんなことを今更言われてもどうしようもないので、夫は最後の手段に出た。だったら出ていくよ。もう二度と孫には会えないぞ。夫は今まで通り孫に会いたければ、まずは荷物を元の部屋に戻せと要求する。さすがにここまで言えば、義両親も私たちの言うことを聞くしかないだろう。私も勝利を確信したその時、娘からまさかの言葉が飛び出した。パパとママだけ言って。娘は義母の服をしっかり掴み、自分はここに残ると首を振る。カッとした私が叱る時の口調で名を呼ぶと、娘がさっと義母の後ろに隠れ、義母はいつかのようにまた盛大なため息をついた。愛想をつかされても仕方ないわよ。自分が遊ぶばかりで、娘には服も買ってやらないのに。義母に言われて、私は今までの子育てを振り返った。確かに、義実家に住み始めてから、娘の服や靴を買った記憶はない。考えれば考えるほど、娘と何かした記憶はなくて、私がさっき、娘が言った言葉の本当の意味が分かり、言葉を失った。そっと隣を見れば、夫も眉を寄せていて、同じ気持ちだと見て取れる。私たちはそれ以上、義両親と話せなくて、この日は車で何十分もかけて、ビジネスホテルに宿泊した。娘はやっぱりついてこなかったし、たとえ連れて行けても、夫の収入では満足にアパートも借りられない。今後のことを考えれば、私たちにできるのは義両親に頭を下げることだけだった。その後、私たちは未だにあの物置で寝起きしている。食事やお風呂は義実家で済ませているが、本当の意味ではまだ許されていないのだろう。それは周囲の反応を見てもよくわかる。あの日、外で大騒ぎしたために、近所には事の顛末が噂として広まってしまった。夫は同僚や友人にカニ事件の動画を見せて賛同者を募ろうとしたが、火に油を注ぐ結果となったのは言うまでもない。友人たちに遠巻きにされて初めてまずいと思ったのか、今では給料の半分以上を生活費として家に入れ、残りとわずかなボーナスを引っ越し資金として貯金している。私はあの時のカニ代や、今までにこっそりカードを使った義父への返済のため、パートをさせられることとなった。今では少しずつ新しい人間関係ができてきて、新しく知ったことも多い。同居していれば、親や子の立場に関係なく、家事や生活費を負担するのが当然で、みんなが義両親に助けてもらえるのは、自分たちも義両親を助けているからだ。今となっては、こんな当たり前のことがどうしてわからなかったのだろうと情けなく思う。私たちの自由に使えるお金が減り、娘の小学校受験はできなくなってしまったが、
身の丈に合った生活を始めるために小さな一歩を踏み出した。